こんにちは。人生に知恵ひとつまみです。今日は人生の品格を守るために避けるべき人間関係についてお話しします。宗師や古代の教えを参考にしながら、あなたの人生を豊かにする知恵をお届けします。まずは動画を見る前に、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それでは、スタートです。蚊は血を吸うときに捕まり、魚は餌を加えるときに捕まります。人生もこれと同じです。どんな人を近づけるかによって、自分の人生もその人と同じ人生に縛られてしまうことがあります。手放すべき縁なのに欲を出して断ち切れないと、それが自分に毒となることもあります。体の筋肉は運動で鍛え、心の筋肉は思いやりで育てます。体温が下がると体が病むように、霊障的な人を近づけると心が病むものです。長く歩くには良い靴が必要なように、長く生きるには良い縁が必要なのが世の道理です。包装がどんなに華やかでも、結局は捨てられるように、自分の軸がないまま他人の引き立て役として生きる人生は、結局後悔しか残りません。地球と太陽の距離が変われば、両者は共存できなくなります。人間関係もこれと同じです。最適な距離を保つことで共存できるのです。囲碁の定石をそのまま実戦で打つことはありません。定石通りに打つと、どちらか一方が不利になるからです。このように、人生の定石も不利にならないために学ぶものです。死にかけている人は救えても、すでに死んでしまった人は救えません。終わっていない縁なら生かし、終わった縁なら未練を持たない方が良いのです。飯を前に忠犬が勝つことは稀であり、金を前に忠臣が勝つこともまた稀な世の中です。香りのない体に香水を振りかければ香りが漂うように、枯れた心に温情を注げば人間らしさが香り立つものです。だからこそ、神の一手のような人生は存在しないと私は思います。我々の人生は宝くじではないからです。それでは、一度きりの人生、どう生きるべきでしょうか。結論から言えば、正解はありません。しかし、過ちを減らすことが人生をうまく生きる秘訣となり得ます。他人がどんなに自分を非難しても、自分の心が正しければどんな環境でも幸せでいられるのです。結局、過ちを減らせば他人から認められ、尊敬され、共に生きる人生を営むことができます。宗師は、人間が習慣的に犯してしまう8つの過ちを常に記憶し、それに基づいて行動すべきだと説きました。この8つの過ちを犯す人とは決して近づいてはいけないと言っています。今日は宗師から人生の知恵を学びましょう。近づいてはいけない人の1つ目は、差し出がましい人です。自分のするべきことではないのに、やたらと他人のことに首を突っ込み、関与しようとする人を指します。辞書的な意味では、差し出がましいとは間違いだと知りながらも犯す過ちを指しますが、混用されている軽薄は主体性がなく、あれこれと態度が変わる行為を指す全く異なる言葉です。他人の祭壇に無関係に飛び入りし、騒ぎ立てるような行為も含まれます。差し出がましい人は、相手から求められてもいないのに意見を述べるため、最も嫌われやすい行為と言えます。それは、個人の利益を得るための利己主義の結果であり、小細工です。こうした人には近づかない方がいいでしょう。自分の考えを曇らせ、心の軸を揺るがされる可能性があるからです。自分が立てた志があるなら、どんな妨害にも動じない意志を確固たるものにしなければなりません。風に揺れる足のように、簡単に身を翻してはいけないのです。二つ目は乱れた行動をする人です。乱れた行動とは、年を取ったり、精神が曇ったりして言動が正常を逸している状態を指します。相手の話を求められてもいないのに口を挟み、まず自分の主張を述べるのも乱れた行動です。他人の意見を聞いて理解すべきなのに、
自分の意見が正しいと主張する乱れた行動は、浅はかな利己心から生じた虚勢です。特に相手の弱点を掘り起こして恥ずかしめるような人には注意が必要です。こうした人は、自分の優位性を得るために相手を貶め、良心の呵責なく他人を傷つけます。過去の過ちや失敗を持ち出し、絶えず相手の傷をえぐるような人々は、他人を軽視することに忙しく、自分の悪行には目を向けません。これが乱れた行動をする人の特徴です。誰かと話すとき、相手の意見を傾聴し共感するのは人としての道であり礼儀です。しかし、相手の話を聞いている最中にも自分の話す内容ばかり考え、自分の意見を押し通すことばかり重視している人とは距離を置くべきです。このような人と付き合うと、後々後悔することになります。会話が終わった後に胸がモヤモヤし、嫌な気分だけが残るような人との関係は、あなたにとって何の助けにもなりません。3つ目はおべっかを使う人です。相手の機嫌を無理に取ろうとしてお世辞を並べる人を指します。自らの能力を磨き、実力を蓄えた上で相手に礼儀正しく接するべきなのに、能力や力量が不足しているため、安易な方法で利益を得ようとする人のことです。心にもない誇張した言葉で持ち上げてくる人がいたら、注意すべきです。おべっかと称賛は異なります。称賛とは、何の見返りも求めず、純粋に相手の成果に感心することです。しかし、おべっかは相手の感情を利用して自分の利益を得ようとする策略が隠れています。このような人たちは他人に依存して生きており、依存先がなくなると、また新たに寄生する相手を探します。自分の能力を磨かず、他人の落ちこぼれを拾おうとする人々の餌食になってはいけません。安易な手段で世渡りしようとする人は、利己心に満ちています。おべっかを巧みに使う人を身近に置くと、自分がその人の意向に流されてしまうでしょう。他人に振り回されないためにも、自分を客観的に判断する練習をしましょう。自分の思い上がりを戒め、常に謙虚さを保つことが大切です。誰かが自分に耳障りの良い言葉ばかりをかけているようなら、それがただの慰めではないか、慎重に観察することです。賢明な人は誰でも彼でも身近に置きません。学ぶべき点があり、お互いに尊敬し合える関係を築ける人と付き合います。4つ目は軽率な人です。物事の正しいか間違いかを吟味することなく、軽々しく発言する人を指します。与えられた仕事をこなせる能力や知識があったとしても、相手の意見を聞き入れることなく、自分のやり方だけで進めるのは頑固者のすることです。学びが足りず、愚かな人は、何が正しく何が間違っているのかを区別することができません。そのため、理解したり配慮したりすることが増えてで、失敗が多くなります。軽率な発言をする人や、軽はずみな行動をする人とは距離を取りましょう。他人の話に耳を傾けることを知らない人は、大成することができません。自分の主張だけを押し通す人は、時代に取り残される可能性が高いです。また、周りに常に敵を作りながら生きていくことになります。このような人の周りには、同じような人々が自然と集まり、正しいか間違っているかもわからない無駄な話の中で生きることになります。自己中心的な人や頑固な人とは距離を置きましょう。彼らと近づくことは、世の中に害を及ぼすだけです。5つ目は他人を中傷する人です。相手の欠点や弱点についてむやみに話し、楽しむ人を指します。自分の長所を目立たせるために、他人の欠点や弱点を誇張して話すことは、自分でも気づかないうちに癖となり、自らを沈めるブーメランとなります。考えずに軽々しく発言する人は、他人の模範にはなりません。有害な言葉で相手を貶めることで慰めを得ようとしますが、それは結局、自分の心を蝕むだけです。他人を中傷する人は、
誰に対しても欠点しか見つけられなくなります。その結果、人の長所を見つけることができなくなり、物事や人を見る目が狭くなります。そして、他人からの深い信頼や信用を得ることが難しくなります。陰口や悪口を言うとき、それを聞いている人が同意して相槌を打ってくれるとしても、それがあなたを評価する基準になることを忘れてはいけません。他人を貶めても自分が高くなるわけではありません。中傷を好む人々は他人を貶めることには楽しみを感じる一方で、誰かから助言されるとすぐに怒りや不満を抱きます。このような人に助言を求めたり、意見を述べたりすることは、豚に真珠を投げるようなものです。彼らは、どんな相手とも対立を生むことを好み、自分の意図する関係性が成立することを強要します。良い人間関係を築きたいのであれば、中傷を好む人を遠ざけることが大切です。彼らの暗い気配や習慣に自分が染まる可能性が高いからです。6つ目は仲を引き裂く人です。相手同士の良好な関係を壊す行為を指します。本来、誰に対しても誠実で親切であるべきですが、自分の行動に確信がなく、責任感も欠けているため、周囲の人々の気持ちを乱し、自分に有利な状況を作り出そうとするのが、仲を引き裂く人の特徴です。このような人は、状況に応じて態度や言葉を変えます。行動に信念がなく、責任を取る姿勢もないため、主観を持たず、簡単に揺らぐのです。こうした軽薄な人々と良好な関係を築くことは難しいでしょう。周囲の人が自分の思い通りに動かないと、彼らは状況を否定し、目と耳を閉ざしてしまいます。そして嘘で弱点を隠し、自分を誇張して見せようとします。このような人々の言葉は信用できません。彼らの口から出る言葉に注意し、関わらないようにするのが最善です。仲を引き裂く人々は、その内面が劣等感で満ちています。彼らは、小人物の狡猾さを持ち、どんな卑劣な行動や残忍な行為も行い得ます。彼らから可能な限り遠ざかり、害を受けないようにしましょう。7つ目は巧妙で悪賢い人です。悪事を叱らず、むしろそれを褒めて相手を堕落させる人を指します。他人の過ちや失敗を見ても気づかないふりをすることは、卑怯な行動です。さらに、それを楽しみながら助長する人は、表と裏が異なる人であり、偽善的だと言えます。悪事を見て見ぬふりをするのは、自分の徳のなさを認める行為に他なりません。こうした人々と付き合えば、何が真実で何が虚偽かがわからなくなります。少しでも彼らと時間を共にすることは避けるべきです。8つ目は陰険な人です。物事の正しいか間違いかを吟味せず、相手の機嫌を取ることで相手の腹の内を探ろうとする人を指します。相手の心を得るためには、偽りなく自分をさらけ出して対話するべきなのに、嘘を使って相手のご機嫌を伺うのが陰険さの本質です。このような人は信頼を築くことも、正しい対話をすることもできません。いつでもあなたを裏切る可能性がある人です。人を利用しようとする人は、何に対しても信念を持ちません。選択の瞬間が訪れた際には、卑怯な行動をとることが特徴です。彼らとの人間関係は、罪深いものだと言えるでしょう。陰険な人と関わらないよう、常に警戒してください。これら8つの特徴を持つ人々からは距離を取りましょう。しかし、このような特徴は、自分自身にも当てはまる可能性があります。だからこそ、常に自分を振り返り、戒めることが重要です。悪いことを尋ねてくる人には答えず、最悪なことを話す人には質問せず、争いを起こそうとする人とは議論しないことです。古の賢人たちを手本に努力し、学びの妨げとなるものは遠ざけるべきです。絶えず自分を磨くことに専念することが大切です。
人と付き合う上で軽率な行動を避けるならば、天から福が舞い降りると言われています。もしも、自分に害を及ぼす人を避けられないのであれば、無視するという方法もあります。そして、少しずつ距離を置きましょう。小人物が恨みを抱けば、自分に毒となります。無関心を装い、関係を断つことが最善の方法です。決して無理をしてはいけません。そうすれば、相手もこれ以上あなたに害を及ぼすことはできなくなるでしょう。知恵を持つ者は視点を頻繁に変え、雄弁な者は言葉に道理があり順序が正しいかを重視し、非評価は他人との論争を楽しみます。しかし、これらはすべて職業的な欲望から生じています。管理職は昇進を目指し、選手は相手を倒してこそ自分の力を誇示できるのです。勇気ある者は混乱の中でその本質が現れ、隠遁する学者は世の名声を求め、関係を重視する者は人間関係を最も重要視します。我々は何のために生きるのか。何のために一生懸命働くのか。それは、より豊かに生きるため、より幸せに生きるため、より良い人生を送るためでしょう。人生で良い生き方とは、楽しく生きることです。ここで言う楽しく生きるとは、完全な自由を意味します。自由とは、自分の持ち物や名誉、人気といったさまざまな欲望から解放されることです。人間の世界で起こるすべての出来事は才能が馬です。目の前の結果に過剰に執着せず、動揺しないようにしましょう。自分に起こるすべての出来事を軽視せず、自分自身としてしっかり生きることが重要です。人の人生はあっという間に過ぎ去ります。夏だけ生きるセミが冬をどう知ることができるでしょうか。どんなに大きな森でも、カササギが巣を作るために必要なのは枝一本で十分です。無駄に大きな木でも、休むための日陰を作ってくれます。死は天命を全うし、自然に帰ることです。流れる水を無理にせき止めようとしないでください。花は美しいほど早く摘まれ、木は大きいほど早く切られます。魚は水の中で生きてこそ健やかであり、人は道に従って生きてこそ健やかでいられるのです。周囲との調和を保つことが平穏に生きる道です。儒学者の衣をまとっても道を理解することにはなりません。指導者が話しすぎると彼を支持する者たちは疑念を抱き、分裂しやすくなります。人は緊急事態にこそその腕前を発揮します。その時こそ、その人の真価がわかるのです。人々は権力の席を求めますが、権力者を求めるわけではありません。絶対者はひっそりと隠れ、存在しないように見えても、確かに存在します。物事が良い時は過剰に褒め、悪い時は過剰に非難することは信頼を失います。虎の性質を逆らえば、自分を飼いならした調教師でさえ襲われます。多数派だからといって必ずしも正しいわけではなく、少数派だからといって必ずしも間違いではありません。巧妙で美しい言葉ほど、道理に合わない場合が多いものです。天が高く地が低いように、自然には順序があります。人生の知恵を体得した人は無駄なことを言いません。その人は、言葉で全てを伝えられないことや、心の奥底を全て表現することができないことを理解しているからです。そのため、知識を得るよりも体験を重視し、理論よりも実践を重んじます。目で見すぎようともせず、耳で聞きすぎようともせずにいなさい。小賢しい計略を浪すれば、本性が歪み、真の道を理解することができなくなります。猿に人間の服を着せたところで、猿が人間らしく見えるわけではありません。カササギは卵から生まれ、魚は水の中で育ちます。知恵や才能があっても、それをひけらかすことなく、自然の理と順序に従いなさい。純粋で健康な魂を保つことが大切です。人は一生を生きても、世界のほんの一部しか知ることができません。しかし、
才能を生かして絶え間なく努力すれば、それが天性となるのです。欲望を捨て、一つのことに専念すれば、その道は神の領域に到達します。目があっても見ないふりをし、耳があっても聞こえないふりをするようにしなさい。名誉を得れば非難を受け、愚かであれば欺かれます。是非を超越し、道を悟った者だけが災いを免れることができるのです。クスノキの木で芸を披露していた猿も、トゲの木の上では震え上がります。ツバメが古い家に巣を作るのは、それが最も安全だと知っているからです。濁った水ばかりに注目する人は、清らかな池があることを知りません。顔が美しくても憎らしく見え、顔が醜くても美しく見えることがあります。それは、変化する外見ではなく、その現象の中に道が存在するからです。昼と夜は常に移り変わり、太陽や月もまた変化します。水が流れる本質を持つように、君子の悟りも自然に湧き起こります。人は高い木を恐れますが、猿はそれを恐れません。その時は悲しくて泣いていたのに、今では嬉しくて笑っています。新しいことを学ぶよりも、すでに知っていることを忘れないようにしなさい。腐ったネズミを掴んでいるトビは、鳳凰がそれを狙っていると思いがちです。自分の心を知ることで、他人の心を知ることができます。私たちがほとんど好むものは、感覚を満たすものであることが多いです。一生をかけて財を得ようと努力した汗と労力に比べて、それによって得られる幸せや喜びはほんのわずかです。道を得ると、天が高くなり、太陽や月が明るくなるように、人の心もまた高く輝きます。小さな知恵で大きな知恵に挑んではなりません。宗主は、8つの過ちを犯す人々は外では他人を傷つけ、内では自分自身を蝕むと言います。だからこそ、君子はこのような人々を共にせず、賢者は彼らを臣下にしないと言われています。あなたの周囲に宗主が語った8つのタイプの人々はいませんか？もし存在するならば。少し距離を置くことも人生の知恵と言えるでしょう。どのような人を自分のそばに置くかによって、自分の人生が変わることがあります。真心が通じ、学ぶべき点が多い人がそばにいるなら、それは何者にも代え難い貴重な幸福です。いかがでしたか？今日ご紹介した内容が、あなたの人生をより良い方向へ導くヒントになれば幸いです。大切なのは、良い人間関係を築きながら、自分の品格を高めることです。最後に、チャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それでは、次回お会いしましょう。